皆さんこんにちは、みすずです。9月になって暑さもだいぶ和らぎましたね。とはいえまだまだ暑い日も続きます。そんな日はしっかり冷やしたお野菜料理はいかがですか？今日はナスが余った時に作れるナスペーストをご紹介します。地中海沿岸地方で食べられているナスとごまのディップです。皆さん焼きナスはお好きですか？コンロや魚焼きグリルで焼いて生姜醤油や大根おろしで食べるのも美味しいですね。今日はそんな焼きナスからナスペーストを作ります。パンに塗ったり生野菜に添えたりしてバーニャカウダ感覚で楽しめますよ。今日もぜひ最後まで楽しんでいってくださいね。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。チャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。また目次は概要欄に貼ってますので、お急ぎの方は必要な箇所に飛んでください。字幕もつけています。今日の流れ3ステップ。今日はまずナスを焼きます。次にほぐします。皮を剥いて実を取り出します。最後に混ぜます。この3ステップでいきます。ハンドブレンダーやミキサーがあると混ぜやすいですが、包丁で叩いてもいいですよ。詳しいレシピはブログに書きます。概要欄リンクからどうぞ。材料はこちら。ごまペーストを使用するのが一般的ですが、今回は手軽にすりごまを使います。クミンパウダーはほんのり風味がつく程度です。なのでほとんどわからないかと思いますが、苦手な方はなしにしてもいいです。またお子さん用の場合は水切りヨーグルトを加えたり、オリーブオイルの代わりにマヨネーズを使うとまろやかな仕上がりになります。では作っていきましょう。ナス3本 400g 程度使っています。ヘタの周りのヒラヒラした部分が焦げやすいです。キッチンバサミで切り取りましょう。トゲがなければ手でちぎってもいいです。焼いた後で皮を剥きやすいように浅く切り込みを入れます。縦に4箇所ほど入れましょう。さらに竹串を刺して穴を開け破裂を防ぎます。ナスの下側から中に向かって差し込んでください。では焼きましょう。動画では両面焼き魚焼きグリルを使っています。網の上に並べ、強火で5分から10分ほど焼いて裏返します。片面焼きグリルの場合も同様です。今回は7分焼いて裏返しています。ナスがかなり熱くなってるので気をつけてくださいね。裏も7分今回は焼いています。合計14分焼きました。焼き時間はお使いの魚焼きグリルによって調節してください。皮が黒くなって箸でこう押して柔らかければ出来上がりです。オーブンの場合は200度で30分から40分ほど焼いてください。コンロに網を乗せて焼いてもいいですよ。さて、ざるに厚手のキッチンペーパーを敷いて準備しておきます。ナスは水にさらすと水っぽくなるので、さらさずに皮を剥きましょう。熱いうちに行います。切り込みから皮を開いてスプーンなどで身を外します。熱いうちに行うのがポイントですが、やけどに注意して取り外してくださいね。ざるに広げて30分ほど置いて水気を切ります。結構水が出てきました。この工程がポイントで、水切りせずに使用すると少し水っぽいペーストになります。キッチンペーパーで軽く絞ります。では潰し混ぜます。すりごまもしくはごまペーストとクミンパウダー、すりおろしたニンニク、絞ったレモンを加えて塩、オリーブオイルを加えます。今回はバーミックスで混ぜますね。ミキサーの場合は少し油の量を増やした方が回りやすくなります。ハンドブレンダーもミキサーもない場合は、ナスを包丁で細かく刻むか、すり鉢ですって残りの材料と混ぜてください。消毒した保存容器に入れます。作りたては材料の味が馴染んでないので、一晩冷蔵庫に置いて味をなじませましょう。これが翌日の状態です。一
一晩置いて風味が少しまろやかになって、ごま、クミンシード、ニンニクがそれぞれ際立った風味がなく、よく馴染んでまとまっています。器に盛りましょう。パンがお好きな方はぜひサンドイッチやバゲットトーストなどに使ってみてください。今回はバーニャカウダのように生野菜にディップしますね。セロリ、キュウリ、人参、レタスを添えています。表面にオイルを垂らして、お好みでパプリカパウダーを振りかけると彩りが綺麗です。パセリのみじん切りを散らして完成です。レバノンやパレスチナなど地中海沿岸地方で食べられるナスとごまのディップです。濃厚な風味はまるでバーニャカウダソースのようで、焼きナスとは思えない味ですよ。ということで出来上がりです。食べてみますね。ニンニク、ごま、クミンの風味で、これが焼きナスとは思えないバーニャカウダのような味が楽しめますよ。お好きなお野菜で、またはパンなどを添えてどうぞ。最後まで見てくださりありがとうございました。詳しいレシピブログにも書きますので、そちらも見てくださると嬉しいです。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではこの後も素敵な一日をお過ごしください。また次回の動画でお会いしましょう。みすずでした。いつもご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。詳しいレシピはブログへ、また Twitter、Instagram、TikTok などもやってます。そちらも見に来てくださると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。